はい、今回はロボット掃除機で今最も勢いのあるブランド、ドリーミーの最新モデルについて話をしたいと思います。ドリーミーといえばここ数年で一気にシェアを拡大しているメーカー。世界100以上の国と地域で展開されていて、18カ国でシェアナンバーワン。品質に厳しいヨーロッパ市場でもトップシェアを争う実力のあるメーカーとなっています。で、そんなドリーミーなんですが、ここ最近の進化が本当に凄まじいんですよね。障害物を避けるのは当たり前。段差を乗り越えるとか、自動でモップを洗浄するとか、ほんの数年前には想像もできなかったような機能が次々と搭載されているのです。ただ、機能が増えた分、ラインナップも複雑になっており、F シリーズ、D シリーズ、L シリーズ、X シリーズと種類もかなり多い。しかも、高いモデルイコール良いモデルとは限らないのがロボット掃除機。一概にハイエンドモデルが最高ってわけでもないんですよね。特にドリーミーはエントリーモデルでも吸引力が非常に高く、どれを選んでもロボット掃除機としての基本性能が高い。だからこそ誰もが高いモデルを買って満足するとも思ってないし、自分の家の環境にマッチした1台を選ぶことが最もコスパが高くなるとも感じております。というわけで今回はドリーミーの最新ラインナップの違いとともに、ロボット掃除機で失敗しないためのコツや、スペックだけではわからない注意点についても話をできればと思っております。概要欄には目次も作っておりますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばして、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょう。はい。それではまず、ドリーミーというメーカーを理解するために、その進化とラインナップを整理しておきたいと思います。最近のロボット掃除機って多機能になりすぎて、何を基準に選んだらいいのかわからないってのがあるんですよね。どのようにモデルが区別されており、なんで値段が違うのか。このルールをしっかりと理解しておくことで、不要な機能に惑わされず、結果的にお金も節約できるとも思っております。ドリーミーのラインナップはユーザーのニーズごとにモデルを明確に分けており、しかもエントリーモデルでも基本スペックは非常に高い。ラインナップも豊富であり、現代のロボット掃除機市場にあるほぼ全ての選択肢がこのドリーミーで網羅できると言っても過言ではないわけで、ドリーミーのモデルの違いを抑えることで、現代のロボット掃除機の選び方もおのずと見えてくるとも思っております。で、ドリーミーのモデル名は基本的にアルファベットでランク分けされている F、D、L、X の順で徐々に多機能かつ高性能になっているのです。まずエントリーからミドルレンジを担うのが F と D。現行モデルでは F10 と D20 ですね。これらは余計な機能はいらないからゴミはしっかり吸い取ってほしいという方向けの掃除機としての基本性能に特化したモデルです。F10 と D20 の吸引力は同じで違うのがブラシの性能。D20 は両ブラシに進化しており、2本のブラシで嗅ぎ出す構造によりより絡まりづらくもなっています。どちらも語尾にプラスがつくとゴミ収集ドックもセットになり、ゴミ捨ても自動化できるようになります。次に現在主流となりつつあるのが回転モップ付きの L シリーズ。回転モップで磨きながら床掃除ができるようになり、3D センサーで障害物も賢く避けられるようになっています。先ほどの F10 と D20 ではプラスでゴミ収集機能がつきましたが、L シリーズではプラスからウルトラになり、これが意味するのがモップの洗浄機能。モップの洗浄、乾燥、給水まで全部自動となり、ゴミ収集だけでなく水拭きのメンテナンスまで全部任せられるようになっています。ちなみにプロというのは上位版のこと。例えば L40S Pro Ultra は障害物回避や吸引力が強化されて、カメラがついたり温水洗浄になったり、より高性能になったモデルです。そして最上位モデルが X シリーズ。現行モデルの X50 Ultra は2万パスカルの吸引力に80度の温水モップ洗浄に加えて UV 除菌までもしてくれる。さらに200種類以上の物体を認識する AI カメラと、スペックだけでも十分化け物なんですが、さらにすごいのが変形するところ。低い家具を検知するとセンサーが本体に格納されて薄くなったり、足が伸びて最大6センチの段差を乗り越えたり、ロボット掃除機が長年苦手としてきた物理的な弱点までも克服してしまったモデルとなります。さらにフラッグシップモデルとして新たに登場したのがアクア10ウルトラローラー。名前の通り水拭きに特化したシリーズなんですが、特化というよりももはや別次元ですね。吸引力は3万パスカル。段差乗り換えは最大8センチ。モップ洗浄温度は100度。しかも掃除中もずっとモップを洗い続けるローラー構造で常に綺麗なモップで拭き続けられる。X シリーズのさらに上を行くロボット掃除機としても最先端のモデルです。で、ドリーミーがすごいのが、一番安い F シリーズでも、一昔前のハイエンドモデルを軽く超える吸引力を持っているところ。
かつては4、5000パスカルですごいと言われていた吸引力が、今のドリーミーでは軽く1万パスカルを超えてくる。エントリーモデルでさえ1万3000パスカル。これがモーターのドリーミーと言われるゆえん。つまりドリーミーでは安いから吸引力が弱いってわけではなく、型落ちだから安いってわけでもない。エントリーモデルも新モデルでリニューアルして、ロボット掃除機の基本性能は底上げしつつ、用途によってモデルを明確に分けているのです。しかも上位モデルの機能も他社よりも安価に提供していますからね。だからドリーミーがシェアを急激に伸ばしているのです。裏を返せば自分の家に本当に必要な機能を理解しておけば無駄に高いモデルを買う必要もないわけで、じゃあ具体的にどれがベストなのかって話ですね。続いてモデルごとの違いを深掘りしていきたいと思います。はい。それではここからは各モデルの具体的な違いについて。まずはエントリーモデルの F10 シリーズと D20 シリーズ。何度も繰り返しますが、吸引力はどちらも同じ13000パスカルと、この価格帯では非常に高い数値であり、ゴミを吸う力という点においては安い方の F10 を選んでも全く変わらないわけです。では何が違うのかといえばブラシの構造が違います。F10 は一般的なシングルブラシ、一本のブラシですね。対する D20 はハイエンドモデルと同じデュアルブラシを採用しています。これにより掃除力の違いも出てくるのかなと。実際私は数ヶ月使い比べてきたわけですが、どっちが綺麗になってるかといえばやはり D20 の気がしております。例えばこれ節分の豆まきの掃除で乾燥した豆を吸わせた時に、F10 は一度吸い込んだはずの豆をコロッとこぼれ落としてしまうことがありました。吸ってはいるんだけど吸い込みきれてない感じ。一方 D20 はしっかりと吸い込んでいる。2本のブラシで挟み込んで書き込む構造や気流の設計の違いとかも関係しているのかなと。あと、カーペット掃除とかもデュアルブラシだと繊維を広げながら吸い込んでくれるので、よりしっかりと吸引できている気がしましたし、デュアルブラシはブラシの両端に毛が移動する構造にもなっているので、髪の毛が絡まりにくいというメリットもありますからね。続いて水拭き性能の違い。どちらもパッドを引きずるタイプなのですが、ここにも微妙な差がありました。F10 は水タンクが 235ml で、D20 は水タンクが倍以上の 350ml で32段階の水量調節が可能となっています。F10 は一人暮らしのワンルームなら足りますが、広い部屋だと途中で水切れする可能性があります。一方 D20 は広い家でも一度の給水で拭き切れますし、床材に合わせて細かい水分量のコントロールも可能。あと、どちらもプラスを選べばゴミ収集ドックがついてくる点は同じなんですが、F10 プラスは紙パック容量4リットルで、ゴミ捨て不要期間は約90日。一方、D20 プラスは紙パック容量5リットルで、約150日間分のゴミを溜め込むことができる。150日ってドリーミーのラインナップの中でも最長クラス。5ヶ月に1回って、もはや年に2回の勢いですからね。このゴミ捨てをサボれる期間の違いは地味に大きいとも感じました。はい、続いてドリーミーのミドルレンジ、L シリーズの違いについて。エントリーモデルの F10 や D20 では水拭きができてもモップを洗うのは人間でしたが、この L シリーズからモップの洗浄から熱風乾燥まで自動でやってくれるようになります。濡れたモップを外して手で洗って干すって手間がなくなり、汚水を捨てるくらいの手間になってしまったわけです。で、この L シリーズの中で新しいモデルがコスパ特化の L40 Ultra CE とフルスペックの L40S Pro Ultra。この2つ。見た目は似ていますが、掃除の仕方とモップの洗浄方法が大きく違います。まず L40 Ultra CE。こちらは機能を絞り込んで、よりコストパフォーマンスを高めたモデル。F10 シリーズや D20 シリーズは障害物検知は LDS レーザーのみでしたが、L40 シリーズは LDS に加えて前方に 3D 構造化ライトを搭載しています。iPhone の顔認証とかにも使われている技術で床にある物体を立体的に認識できるようになっている。で、これ実際に部屋で起動してみると挙動が結構違うんですよ。F10 や D20 は家具や壁に対して優しくぶつかりながら部屋の形を確かめて進んでいく。一昔前のロボット掃除機のようなガシガシ激突するわけではなく、ソフトタッチではあるんですが、やっぱり接触はする。LDS センサーも高い位置にあるので、低い障害物や小さいものは認識しづらく、引きずってしまうことも多いんですよね。一方で L40 Ultra CE は 3D センサーで物体を立体的に認識しているので、ぶつかって確認するという動作がエントリーモデルに比べてだいぶ少なくなっている。下方向の障害物も認識しているようで、障害物の手前でスピードダウンしてますからね。また通常は別売りオプションの毛をカットするブラシ、トライカットブラシが L40 Ultra CE には最初からついてくる。
絡まった髪の毛やペットの毛を掃除しながらカットして吸い込んでくれるので、ブラシのお手入れ自体がほぼ不要になっています。一方、L40S Pro Ultra はもうロボット掃除機とは思えない性能です。まず、手足が伸びる設計。サイドブラシが伸びるサイドリーチと、モップが壁際まで伸びるモップエクステンドで、部屋の隅までしっかりと掃除ができるようになっており、足まで伸びて最大4センチの段差も超えられる。まさに家の隅々まで掃除できるように進化しています。モップの洗浄方法も L40 Ultra CE が冷水でモップを洗うのに対して、L40S Pro Ultra は75度のお湯で洗うようになっています。そして CE との大きな差になるのが AI カメラ。単に障害物を避けるのではなく、床にあるものが何かを見て、掃除方法を判断できるようになっている。LED の補助照明も搭載されており、暗所では自動的にライトも点灯するので、暗いから障害物を認識できないこともありません。万が一、ペットの排泄物が落ちていても認識して避けてくれるので、ペットを飼っているならこれほどありがたい機能もないかなと。ただ、AI カメラって良いことばかりだけでもなく、部屋の中をカメラが動き回るってのは、あまり良く思わない人もいるかなと。廉価版の L40 Ultra CE は AI カメラが非搭載と言いましたが、これはこのモデルのメリットでもあるってこと。3D 構造化ライトを搭載しつつも、あえてのカメラなし、AI カメラを非搭載にすることで、コストを下げつつ、プライバシーにも配慮しているのです。L40S Pro Ultra は、機能をたくさん盛り込んでいる分、当然値段も上がるし、ここまで検討できるくらいの予算があるなら、さらに上位モデルの X50 Ultra も射程圏に入ってくる。というわけで、続いて X50 Ultra の違いについて続きます。はい。それでは最上位モデル X50 Ultra の違いについて。L40S Pro Ultra でも十分ハイスペックでしたが、X50 Ultra は様々な部分でさらに上回っています。まず吸引力。L40S Pro Ultra の 19000 パスカルに対して X50 Ultra は20000パスカル。洗浄温度も75度に対して80度。さらに X50 Ultra のドックには UV 除菌機能がついていて、衛生面へのこだわりが1段階高くなっている。AI カメラの認識数も多くなっており、L40S Pro Ultra が180種類に対して X50 Ultra は200種類以上の物体を見分けてくれる。そして X50 Ultra の真骨頂は変形ギミック。まず段差。L40S Pro Ultra は4センチでしたが、X50 Ultra は足がさらに進化したプロリープシステムで最大6センチの段差も乗り越えられるようになっています。実際に見てみると、これ結構衝撃的な動作で、ロボットが床に手をついて、よいしょって登るような動きをする。この2センチの差の違いって思っていたよりも大きくって、ちょっとした障害物も乗り越えてくれるんで、掃除できる範囲も広がったし、段差にはまって身動きが取れなくなるってことも完全になくなりました。椅子の足やデスク足、三脚足、ホットカーペットの盛り上がってる部分とか、本当何でも乗り越えてくれますからね。そしてもう一つの変形が薄さ。ロボット掃除機って頭の上に LDS センサーの突起があるのですけど、X50 Ultra は低い家具を検知すると、このセンサーがボディの中に格納される。普段は入れない家具の下に潜り込んで、奥のホコリまで掃除して出てくる時にはまたセンサーを出して戻る。ちょっとスパイ映画みたいな動きをしてくれるわけですね。しかもこのセンサーが格納できるおかげで、使ってない時もシームレスなデザインになっていて美しい。高級感もあるし、見た目のデザインもワンランク上だと感じました。あと、最後にもう一台だけ触れておきたいのが、アクア10ウルトラローラー。こちらはドリーミーの最新フラッグシップモデルなんですが、X50 ウルトラの正当進化というよりも、全く異なる設計思想で作られた水拭き特化型のモデル。吸引力は3万パスカルで、段差乗り越えは最大8センチ。モップ洗浄温度は100度。X シリーズのさらに上を行く圧倒的なスペック。ただ、このモデルの本質はスペックの数値ではなく、ローラーモップ構造にあります。X シリーズを含む多くの水拭きロボットは回転モップで床を磨き上げるわけですが、アクア10ウルトラローラーは本体内で常に浄水を出し続けて、汚れた水を回収しながら常に綺麗な水で床を拭き続けることができる。水拭きの概念自体を変えてしまっているモデルなのです。ただ、ドリーミーのラインナップの中で、ローラーモデルはこのアクア10ウルトラローラーだけであり、最新モデルだけあって価格もかなり高い。現時点で世界最高峰のロボット掃除機であることも間違いないんですが、万人に必要かと言われると正直そうではないでしょう。そもそも私は全部入りモデルが万人に必要だとも思ってないわけで、続いて実際にハイエンドモデルを使ってみて気づいた注意点について、まだまだ続きます。
はい。それでは、ここからは具体的にどのモデルを選ぶべきかって話をしたいんですが、その前に一つ大事な話をしておきたいと思います。ロボット掃除機って近年目覚ましく進化したとはいえ、ロボット掃除機はどう頑張ってもロボット掃除機なんですよね。散らかったままの部屋は散らかってる状態を理解してくれた上で掃除するので、散らかってる場所は綺麗にならないし、散らかっているものまでは片付けてはくれません。ロボット掃除機の性能を発揮させるためには、ある程度片付ける必要があるってのは今も昔も変わっていない。つまり、ロボット掃除機はあくまで掃除をする人にとって便利な家電であり、日頃から掃除をしない人がロボット掃除機を持ったところで意味がないわけ。では、どういう人が使うべきなのかといえば、それはやはり掃除の頻度が高い人。毎日掃除をしつつ、時間を節約したい人ですね。こういう方にとって毎日のしんどさがごっそりなくなって時短にもなるし、部屋が広ければ広いほどその効果も大きくなります。逆に週に1回くらいしか掃除しないって人が来る時に掃除すれば良いかなって人は、正直ロボット掃除機の価値を感じるのは難しいと思っています。たまにしか動かさないなら、ロボットの通路は埋まりがちで、その通路を作るために日々無駄な労力を費やすことにもなりがちですからね。ただ、ここで勘違いしないでほしいのが、うちは散らかってるからロボット掃除機は無理って諦めてしまうこと。私も昔はそう思ってたんですけど、これ実は逆なんですよ。ロボット掃除機は綺麗な部屋に導入するものではなく、導入すること自体が部屋を綺麗にする仕組みなんですよね。どういうことかっていうと、ロボット掃除機を動かすってことは床に物を置けなくなるってこと。カバンを直置きしたら邪魔だし、配線もまとめないといけない。家具の配置もロボットが通れるように動線を考え直す必要がある。つまり、ロボット掃除機が動ける環境を作ろうとすれば、部屋のレイアウトそのものが整理されるんですよ。まあ床に物が置かれてないってだけでも部屋はだいぶ綺麗に見えますからね。要は最初の部屋の設計が全てなのです。何をするにも最初が肝心。フレームワークさえしっかり組んでおけば、後から家具を足しても破綻しない。でも、土台がぐちゃぐちゃだと何をやっても収集がつかなくなる。これは何も掃除に限った話ではないですからね。しかも、一度その環境を作ってしまえば、毎日ロボットが来るっていう制約がある種の監視効果にもなる。ロボットに吸い込まれたら困るから、自然と片付けるようになるってのもあるけど、意味わからないところにそもそも物を置かなくなる。そこ置いたらダメだよねって意識、少なからず芽生えるはず。まあ人間は怠惰な生き物ですからね。掃除するっていう非常に面倒な作業をなるべく仕組みで解決できたら皆さんもハッピーになれるんじゃないかなと。まあ我が家はロボット掃除機を導入してすでに10年以上になりますが、配線にこだわったり家具のレイアウトを考え直すようになったのもロボット掃除機がきっかけでしたからね。ロボットのために片付けるのではなく、ロボットが動ける部屋を設計する。これにより部屋が美しくなり、日々の生活も快適になるって信じてる。それを踏まえた上で自分の家にはどの機能が必要なのかって話へと続きたいと思います。はい、それではロボット掃除機の機能はどこまで必要なのかって話ですね。掃除機の値段が上がれば機能は増えるのですが、機能が増えればサイズも大きくなり消費電力も増える。さらに上位モデルほど全部入りになるので、実は使わない機能もあったり、その使わない機能のためにメンテナンスコストまで増えたりもする。実は不要な機能を削ることで、お金だけじゃなく日々の手間も減るのです。で、前提として知っておいてほしいのが、今のロボット掃除機はエントリーモデルでも相当高性能になっているということ。まあ私も2年ぶりくらいに新モデルを使ったんですけど、正直かなり進化していてビビりました。一番安いモデルでも一昔前のロボット掃除機とは別物。バシバシ家具にぶつかるとか、段差を越えられずにはまるとか、吸引力が弱くてゴミが残るとか、ドックに戻れず迷子になるとか。少なくともドリーミーのロボット掃除機に限って言えば、こういったトラブルももうなくなっていましたからね。吸引と水拭きの両方ができるハイブリッドタイプも当たり前で、ブラーバみたいな水拭き専用機も必要ない。マッピング性能も優秀で、部屋もしっかり認識してくれるし、ちゃんとドックに戻ってくる。つまり従来のロボット掃除機の不満点はほぼ解消されているのです。そしてもう一つ、ドリーミーに関して言えば、吸引力の数値で選ばなくていい。5000パスカルもあれば十分と言われたロボット掃除機に、今のドリーミーはエントリーモデルでも13000パスカル。上位モデルに至っては2万パスカル。もう普通の掃除機と比べても十分すぎる吸引力となっている。では値段の差で何が変わるのか。どのような機能が追加され、それらの機能は本当に必要なのかって話へと続きたいと思います。はい。それでは、まず、ダストボックスの必要性について。
吸引力はどのモデルでも高いということで最初に悩むのがゴミ収集機能の必要性。F10 や D20 はプラスにすることでゴミ収集ドックがつくけれども、このプラスにするべきかどうか。結論から言うと、一人暮らしではないならゴミ収集ドックはあった方が便利です。一般家庭には布団や洗濯物があり、家族が増えるほどこれらの数も倍々に増えていくので、ホコリや毛がめちゃくちゃ溜まります。本体のダストボックスもすぐに満杯になってしまうので、ゴミの自動収集機能があるとないとでは日々の手間が全然違う。ダストボックスはあるに越したことはないですね。ただ、ドック付きになるとサイズが一回り大きくなるので、設置場所に制限が出てしまうってことには気をつけてください。ロボット掃除機って棚の下とか隙間にスッと置けるイメージがあると思うんですけれども、ゴミ収集ドックがつくとそうはいかなくなる。ちょっとしたテーブルくらいの高さは必要になりますからね。とはいえ、以前のモデルに比べたらだいぶ小スペースになってるってことも伝えておきたい。ドリーミーのドックは昔のドック付きモデルと違って上方向に排気をしないので、ドックの上にスペースがいりません。以前使ってた他社メーカーのものとサイズは変わらないんですけど、だいぶ小スペースに設置できるようになっているのでした。はい。続いて、回転モップと自動洗浄機能の必要性について。水拭き機能自体はドリーミーでは全モデルについていますが、その拭き方がウルトラモデルでは全く変わります。エントリーモデルの水拭きは、濡れたモップパッドを床に引きずるタイプ。言ってしまえば濡れ雑巾をただ引きずっているだけのような感じです。一方、ウルトラになると回転モップになる。加圧しながらゴシゴシ擦ってくれるので洗浄力が段違い。しかもドックに戻ればモップの洗浄から乾燥まで全部自動でやってくれる。人間がモップを手洗いする必要もなくなるわけですね。この回転モップの仕上がりは結構すごくて、回転モップをかけただけで今まで普通に掃除機かけてたのとは見違えるくらいに綺麗になる。床がキュッキュッと突っ張る感じ。裸足で歩きたくなるレベルでやっぱり水拭きっていいんですよね。ただ、ここで考えてほしいのが、今まで自分で水拭きしてたかってこと。確かに床がピカピカなのは気持ちいいんですけど、そこまで私は床をピカピカにしたかったんだっけなって。この辺のところは皆さんのご家庭の環境にもよるとは思うんですけれども、日本の家庭において毎日水拭きするほど汚れるかって言ったら稀なパターンだとも思うわけですよ。たまに水拭きしたいなってくらいで、ワンルームくらいの広さなら、エントリーモデルの水拭きでも十分綺麗になりますからね。では、どんな家庭なら回転モップが生きてくるのかといえば、やはりまず料理をするかどうかですね。キッチン周りの汚れは引きずるだけのモップでは太刀打ちできません。あとは、サッカーとか野球とか、外で泥だらけになって帰ってくる子供がいる家庭とか、砂や泥汚れってどうしても吸引だけだとザラつきが残りますからね。こういう環境だと水拭きの頻度も上がるし、水拭きモップも一瞬で汚れます。毎回手洗いしなくて済む自動洗浄があった方が日々の生活も楽になるはず。で、回転モップが欲しいとなった場合、もう一段階悩むのが温水洗浄機能が必要かどうか。L40 Ultra CE は常温の冷水洗浄。L40S Pro Ultra は75度。X50 Ultra は80度と、モデルによって洗浄温度が違うのです。温水洗浄のメリットは明確で、油汚れや皮脂汚れって冷水だとなかなか落ちません。キッチンの床までしっかり水拭きして、そのモップを洗う手間までもなくしたいなら、温水対応のモデルが間違いないですね。欲を言えば温水洗浄したいのだけど、雑巾を温水で洗ってたかといえばこれもそんなことはないはず。そして伸縮機能も同じ。モップやサイドブラシが伸びて部屋の隅まで掃除できるってことは確かにすごい機能なんですが、日々ロボット掃除機をかけていれば部屋の隅だけホコリが気になるってそうそうないとも思う。つまり回転モップも温水洗浄も伸縮機能もあれば最高だけどもなくても困らないっていうのが正直な私の感想です。回転モップや温水洗浄って一概にメリットばかりだけでもないんですよね。自動洗浄はドックの上に水タンクがつくのでサイズがかなり大きくなる。ゴミ収集だけのドックよりもさらに一回り大きくなるし、しかもこの水タンクは上に引き上げて取り出す構造なので、その分上にスペースが必要。棚の下とか隙間にスッと置くのは基本的に無理で、設置場所もかなり限られてしまいます。さらに温水洗浄モデルだと洗浄に 1000W 近い電力も使います。電気ポットや食洗機と同じで延長コードにつなぐのは避けた方がいいので、コンセントの位置でも設置場所が制約されてしまうのです。あと、水のメンテナンスの手間が発生することもお忘れなく。水ってたまったまま放置すると腐りますからね。消臭機能があるとはいえ、放っておくと熟成された水の匂いがなかなかやばい。ちなみにうちの奥さんはそういうのが別に手間じゃないってタイプで、
家事の流れ、洗濯のついでに加湿器の水を変えたり、モップを洗ったりとか、まあ手間なんだけど、そこまでストレスなくできるみたいなんですよ。でも私にはそれが非常に難しい。水の交換という一手間がどうしてもできないんですよね。空気清浄機も加湿器一体型なんだけど、加湿器機能は使わず、加湿器は別で使ってるし、以前持ってた雑巾掛け専用のロボット掃除機、ブラーバも面倒すぎて使わなくなっちゃいましたからね。まあこれは性能云々の問題じゃなくて、人の性格に合うかどうかも関係しているような気がしてるんですけれども、何にせよ機能を削ることで本体価格だけでなく電気代も安くなるし、設置できる場所の選択肢もだいぶ広がりますからね。大事なのは最初から欲張って全部入りを買うことじゃなくて、自分が無理なく使い続けられるモデルを選ぶこと。使わない機能にお金を払うより、使う機能だけにお金をかけた方が結果的に満足度も高くなるとも思っています。はい、続いて AI カメラの必要性について。先ほどの温水洗浄や伸縮機能と同じく上位モデルについているのが AI カメラ。3D センサーだけでも障害物は避けてくれるんですが、さらに AI カメラまで必要なのかという話ですね。カメラがないモデル、例えば L40 Ultra CE は 3D センサーで何かがあると検知して避けます。これでも十分避けてはくれるんですが、それが何かまではわからないわけですね。一方、AI カメラ付きの L40S Pro Ultra や X50 Ultra は、その障害物が具体的に何なのかを認識して判断して避けてくれる。これは電源コードだから巻き込まないように大きく避けようとか、これはスリッパだからギリギリまで掃除しようとか、物体ごとに動きを変えてくれるわけですね。単に障害物を避けるだけでなく、そこにあるものに合わせて避け方を変えてくれる。これが AI カメラの強みです。特にペットを飼っている人にはこれが非常に重要な機能で、例えば糞が床に落ちていた場合に、めちゃくちゃやばい危険物と判断して余裕を持って大きく避けてくれるのです。カメラがないモデルだと障害物としてしか認識できず、突っ込んで部屋中に広げ散らかしてしまう可能性もありますからね。恐ろしいですね。あと、カメラ付きモデルには見守り機能もあり、外出先からスマホで家の中の様子を確認したり、ペットに声をかけたりする双方向音声通話ができたりもします。ただ、ここでちょっと考えてほしいのがプライバシーの問題。カメラのついたロボットが家中を動き回るわけですから、それ自体がちょっと気持ち悪いって感じる人もいると思うんですよね。寝室や脱衣所にカメラ付きのロボットは入れたくない。そう考えると、生活スタイルとして、あえてカメラなしを選びたいって人もいるわけで、AI カメラ付きが一概に優れてるって話でもないと思っています。そしてもう一つ、障害物を避けるということは、裏を返せば、その避けた場所の埃は残るということでもあります。結局、ロボット掃除機が一番綺麗に掃除ができるのは、障害物がない床。これは AI カメラがあろうがなかろうが変わらないし、どんな高性能なモデルが出ても変わらない。ロボット掃除機を使う上での大前提ってのは忘れないようにしたいですね。はい、ここまで各機能の必要性について話をしてきましたが、では実際に自分の家にはどのモデルが合うのか、具体的なケースごとにおすすめのモデルを絞っていきたいと思います。まず、一人暮らしやオフィスで使う場合、格安なエントリーモデルで十分かなと。一人なら部屋数も少ないし、何か落ちていてもすぐ気づける。オフィスのように衣類や寝具がない場合は、そもそもホコリが溜まりづらいってのは先ほど申し上げた通り。油汚れやペットもいないなら AI カメラも回転モップもいらないんじゃないかなと。格安な F10 でも13000パスカルの吸引力があるので、清掃能力は十分なんですが、できることなら私はデュアルブラシの D20 にしたいです。デュアルブラシは毛が絡まりづらく、ブラシ清掃の手間も少なくなる。カーペットがある場合もデュアルブラシの方がいいですからね。あと、スマホアプリでの表示も D20 の方が進化しており、部屋を個別に認識して、より使いやすい UI となっていました。ちょっと使っただけで F10 と比べて明らかな性能の違いも感じましたし、それでいて価格はそこまで違わないとも感じたので、私なら D20 を選びたい。D20 プラスにすればゴミ収集ドックがついてメンテナンスは楽になりますが、本体は大きくなってしまうので、この辺は置くスペースと手間との兼ね合いで、私はあえてのドックなしのスリムな D20 をオフィスで使っています。やっぱりロボット掃除機って掃除機なのに非常にコンパクトに設置できるっていうのもメリットだと思うんですよ。見えないように隠すようにも設置ができる。掃除機が見えなくなれば生活感も薄くなりますからね。私は今もオフィスではドックなしのモデルを使っています。仕事場って衣類も寝具もないので、生活空間と比べて埃も全然たまらないし、たまるのも埃くらい。
ゴミを捨てるのもそんなに気持ち悪くもないし、2週間に1回くらいの手間なら私もそんなに苦痛じゃなくできますからね。はい、続いて家族で住む生活スペースで使う場合ですね。子供がいる家庭は食べこぼしと泥汚れが日常。これ、吸引だけでは取りきれないので水拭きが欲しくなるんですが、エントリーモデルの撫でるだけのモップだと汚れを伸ばすだけになりがちなので、L シリーズの回転モップはあった方が良いかなと。回転モップは擦り取ってくれるので、清掃力が段違い。下手に自分で水拭きするよりも、本当綺麗にしてくれますからね。中でも L40 Ultra CE は回転モップモデルの中で一番手が届きやすい価格で、トライカットブラシも標準装備。髪の毛が絡まることもないので、我が家のように女性が多い家族や子育て世代にはコスパ最強のモデルだとも思っています。AI カメラは非搭載ですが、3D センサーはあるので、ちゃんと障害物を避けてくれるし、子供のプライバシー保護という観点では、むしろカメラなしの方が安心して使えるかなとも思いました。はい、最後にハイエンドモデルを選ぶケースですね。とにかく綺麗にしたい人、最高峰モデルが欲しい人はもちろんですが、特にペットがいる家庭は AI カメラがついたモデルにした方が良いかなと。繰り返しますが、ペットを飼ってる家庭でロボット掃除機を使う最大のリスクは、排泄物を踏んでしまって部屋中に塗り広げること。これを防げるのは AI カメラで物体を識別できるモデルだけ。となると選ぶべきは L40S Pro Ultra か X50 Ultra。どちらも AI カメラ搭載で温水洗浄にも対応。予算に余裕があるなら X50 Ultra の80度洗浄プラス UV 除菌は衛生的にも最強なんじゃないかなと。料理を良くする家庭も同じく温水モデルが生きてくる。キッチンって油跳ねや調味料で床が汚れやすいので、キッチンマットを敷いてる人も多いと思うんですけれども、温水洗浄モデルがあれば、いっそマットをなくして、ロボットに毎日拭いてもらった方が綺麗を維持できるし、モップについた油も温水で洗い流してくれるので、日々の水拭きメンテナンスも楽になります。冷蔵庫の隙間も腕を伸ばして拭いてくれるし、キッチンエリアに段差があったとしても、プロリープがあれば超えられるんじゃないかなとも思いました。はい、最後にまとめです。ロボット掃除機の選び方についていろいろと話をしてきましたが、エントリーモデルでもものすごく進化していたので、ロボット掃除機を試したことがない人や以前のイメージで止まっている人も積極的に検討してみてはいかがかなと。私自身ロボット掃除機は結構好きで、いろいろと新しいモデルを試してきたつもりではいたんですけれども、ここ数年でまた大きく進化しており、時代もまた大きく変わってましたからね。特にドリーミーはエントリーモデルでも吸引力13000パスカルと数年前のハイエンドモデルを超えるスペック。昔に比べたらロボット掃除機自体もめちゃくちゃ安くなってるし、しかも3年保証もついている。少しでも気になっているなら試してみる価値は十分あると思うし、別にハイエンドモデルじゃないとダメってわけでもありませんからね。上位モデルでは汚れもより強力に落とせるようになってますが、別に頑固な汚れは自分で拭いたっていいとも思ってる。実際床にケチャップが垂れていたとしても私だったら気づくし、これをロボット掃除機に拭いてもらいたいかって言えば私は違うかなと。大事なのはロボット掃除機に全部任せることではなく、うまく役割分担をすること。掃除機でホコリを吸うっていう作業。これをやってもらうだけでも全然違いますからね。掃除機をかけるっていう、たったそれだけのことなんですけれども、これを自動化できるってだけで時間がだいぶ節約できるのも事実。部屋が綺麗になれば気持ちも綺麗になってモチベーションも上がるわけで、最先端のロボット掃除機を使うことで、私の心ももう少し綺麗になったら良いなとも思いました。というわけで今回はこの辺で、おしまい。